ミカさん、お前もな。アッカーマン一族はエルディアの王を守る意図で設定されたんだよ。その瞬間、お前の本能が目を覚ましたんだろう。偶然俺を護衛すべき宿主だと錯覚したことでな。力に目覚めたアッカーマンは突発性の頭痛を起こすことがよくあったらしい。宿主修正、それは本当にあったのか否か。僕はミカサに嘘だって断言しちゃった。伊佐山先生はアンサーズのインタビューでこう答えている。48ページ。彼ら3人がそれぞれに誰かを守るために戦っていたのは筋には関係なく、そういう性分だったんでしょう。168ページ。アッカーマン家には主君に仕えることで力を最大限に発揮できる人たちが多いんです。確かにミカサにはエレン、ケニーにはウーリという主君的存在がいますが、リヴァイの場合はエルヴィンですよね。それがアッカーマン家の筋というか本能的な部分なんでしょう。筋じゃないけど本能。とりあえず頭痛ってのはエレンの嘘なのは確定だな。そもそも論だけども、宿主修正って何かな。宿主とは生物の寄生で、寄生される側の動物や植物、宿主と共存する場合、盗み寄生のように栄養を搾取する場合、宿主を操り乗っ取ってしまう場合、最終的に養分として死なせてしまう場合もある。なんか共存はともかく守るって感じじゃないね。最終的に養分として死なせてしまって、なんか光るムカデと9つの巨人と似ていない。9つの巨人それぞれに力を持った光るムカデが寄生していて、13年で養分として死なせてしまうってこと。ケニーはウーリの見た世界を見たくてなのか、始祖の巨人を継承したがっていた。リヴァイは2度もエルヴィンを死なせる選択をした。それはエルヴィンのためでもあるけれども、自分たちが生きるためでもあった。ミカサは愛のためにエレンを殺したけれども、勝てば生きるという信念のためでもあるよね。つまり宿主修正って寄生した末に食い殺してでも生きることだったんじゃないのかな。守ることじゃないんだ。ショートの71番でも解説した通り、アッカーマンには大きく2つの元ネタがいる。物理最強のトール神、世界中ユグドラシルの根に住み着く黒ヘビニーズヘック。トールは父であり主であるオーディンに対して忠誠心が強かった。ニーズヘックは貪欲に死者の血をすするヘビ。つまりトールの忠誠心とニーズヘックの貪欲さがアッカーマンの宿主修正なのか。アッカーマンテでもミカサのお父さんのように力に目覚めない者もいる。ニーズヘックは黒ヘビであり黒髪であることが力に目覚める最低限の条件なんだとしたら、宿主修正はアッカーマンテの血筋というよりはアッカーマンの力に目覚めた者だけの本能ということかも。ってことは宿主修正はあったってこと。伊佐山先生はこうも言っている。大いなる力には大いなる責任が伴う。リヴァイが力に目覚めたのは子供時代、つまり力に目覚めるのは生命の危機にさらされた時。けれども人間の姿のまま巨人の力を有することは精神的にアンバランスすぎて、誰か主人となるべき相手を見つけられたら心の拠り所として寄生してしまうということなのかと。貪欲なニーズヘックとして力に目覚め、力を統制するためにトールとなり忠誠心を持つってことか。そして宿主を愛しすぎて最終的には食い尽くしてしまう。それが力に目覚めたアッカーマンの本能である宿主修正なのかもしれない。